満月の光が野原を銀色に染めて、森の中、うさぎたち静かに暮らしおった。昔々、満月の光が野原を銀色に染める森に、たくさんの白うさぎたちが暮らしおった。みんな真っ白な毛並み、雪みたいに白くて、雲みたいにふわふわじゃった。けんど、その中に一羽だけ、白と黒のブチ模様のうさぎがおった。みんなはその子をブチと呼んだ。なんでお前だけ模様があるんぞ。変なうさぎじゃのう。白うさぎの仲間やないわい。うさぎたちは笑った。遊ぶときも仲間にひれん。かくれんぼも呼ばん。遠足も一人。いつも一人ぼっちじゃった。けんど、ブチはあんまり気にせんかった。朝になったら花を眺め、昼になったら雲を追いかけ、夜になったら星を数えよった。一人でも楽しかった。今日の風はええ匂いじゃのう。お月さんは丸いのう。そんなことばかり考えよった。ある日のこと、川のほとり歩いとったら、小さな声が聞こえてきた。キャンキャンキャン。川の近くを歩いとると、かすかな鳴き声が聞こえた。キャンキャン。見ると、小さな子犬が流れの速い川に落ちとった。必死にもがきよる。大変じゃ！ブチは走った。森を抜け、野原を越え、息を切らしながら犬の親を探した。子犬が川に落ちとる。早う来るんよ！親犬は驚いて走り出した。飼い主も後ろから追いかけた。みんなで力を合わせて子犬を助け出すことができた。助かった。子犬は震えながら言った。ありがとう。親犬も頭を下げた。飼い主も笑った。それからというもの、犬たちはブチを見つけるたびに挨拶した。子犬は特に仲良くなった。満月が近づいた頃、子犬がひそひそ声で、次の満月うさぎ狩り、ブチの耳がピクリ動いた。ある晩のこと、満月が近づいた頃じゃった。子犬がひそひそ声で言った。実はの、次の満月の日、うちのご主人が大勢の人を集めてうさぎ狩りをするんよ。ブチの耳がピクリと動いた。ほんまかい？たくさん犬も連れて行くよった。ブチは空を見上げた。満月まであと3日。その夜、ブチは眠れんかった。自分を仲間外れにしたウサギたち。笑われた日、一緒に遊んでもらえんかった日、たくさん思い出した。知らせんでもええんやないか。そんな声が心のどこかで聞こえた。けんど、その時、川で震えよった。子犬の姿を思い出した。助かってよかった。あの日、そう思った。ブチは立ち上がった。みんな仲間じゃけん。翌朝ブチは走った。野原を森を丘を逃げるんよ。犬が来る満月の日は危ないけん。白ウサギたちは驚いた。なんで知らせるんぞ。わしらお前に意地悪したろうが。ブチは笑った。そんなことどうでもええんよ。早う逃げてや。その顔は真剣じゃった。やがてみんなは信じた。森の奥へ、山の向こうへ、安全な場所へ。満月の夜、漁師たちは犬を連れてやってきた。けんど、野原には一羽もおらんかった。どういうことじゃ！漁師たちは怒った。誰か知らせたんだ。犬たちは黙っとった。子犬も何も言わんかった。ただ遠くの丘を見つめとった。その後、ブチの姿は森から消えた。誰も行方を知らんかった。春になったブチがよく昼寝をしよった。丘に白い花が
年老いた白ウサギは子供たちを連れてその丘へ行く。そして語る。昔のぶちゆうさぎがおったんよ。変わった毛並みでのわしらは仲間外れにしとった。子ウサギたちは驚く。なんでそんなことしたん？おいうさぎは少し恥ずかしそうに笑う。違う音が怖かったんじゃろうの。ほいでそのウサギはどうなったん？おいうさぎは丘の花を見つめる。風が吹く花びらが揺れる。そして静かに答える。わしらを助けてくれたんよ。どうして仲間外れにしたのに？おいさぎは空を見上げた。満月が白く輝いとった。そしてあの日と同じ言葉を語った。うちはのみんな仲間じゃけん、そう思うとったんよ。みんな違ってもええんよ。同じ月の下で生きよる。みんな仲間じゃけん、みんな